こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。今回の話の種は、スズキ GSX-S1000 についてだ。スズキのモーターサイクルグローバルサロンでも情報公開されてるし、YouTube にも続々と動画がアップされてますね。皆さん興味津々みたいですね。ホンダの発表ラッシュが終わったら、次はスズキが新型発表祭りだな。デザイン考察や価格の妄想を動画にまとめましたので、どうぞお楽しみください。この番組は、スズキの GSX-S1000 に興味がある方、名前も知らなかった、という方、一目惚れしてしまった方に向けた、バイク情報動画です。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。じゃ、今回の内容はこれだ。じゃ、始めるぜ。GSX-S1000 は、イゴ S1000 って訳しますね。まずは外観からだ。このデザインに惹かれて動画を見ている人、たくさんいるんじゃないか？もちろん、主もその一人ですね。その通りだ、レイム。まず今回のモデルチェンジで目を引くのは、なんといってもフロントセクションだ。現行はアジア系というか、一目でスズキのバイクだなって気づくデザインだったよな。主の個人的感想です。今回は、スズキデザイン要素は一体どこへってぐらい、ガラッと変えてきたな。二眼ライトに、ウィングレット、前傾したフロントカウルと、ストファイ要素満載になりましたね。このフロント周りのデザインはジェット戦闘機をモチーフにしてるらしいですよ。どの機体を参考にしたんだろうな。戦闘機の複座式のコックピット、とか？俺はファントムが思い浮かんだな。ライトの両サイドにある空間は吸気口に見えるし、下向きのウィングレットと、吊り上がったカウルがクロスしてるところが、ファントムを正面から見た時の雰囲気によく似てるなって思う。他社のストファイ系でも、ごついデザインのバイクがあったよな。KTM の1290スーパーズーク R ですね。あ、それ、大まか雰囲気は似てるよな。V 型エンジンのうねった液マニア、オレンジにブルーの配色とか、特徴だらけですね。KTM はヘッドライト形状が特徴的で、一度見たら覚えるし、あの違和感がたまらないです。それにトラスフレームだから、中身が丸見えでメカメカしいのもかっこいいよな。KTM を見た後に S1000 を見ると、おとなしく見えます。上には上がいるってことか。で、話を S1000 に戻すと、特徴的なウィングレットは翼端板付きだな。正面から見るとサイドカウルに重なり、デザインに奥行き感を出してる。このウィングレットは元 GP 車両からのインスピレーションらしいですよ。それならもっと下品や、機能優先なデザインになるんじゃないのか？元 GP 車両のウィングレットって、これだぜ。うわぁ、取っ手がついてる。でも十分に雰囲気はありますよね。ウィングレットといえば、新型 CBR1000RRR や 600RR も特徴的ですよね。あっちは SS 系だし、ボディは優先系の本気デザインだ。空力デザインは新型ハヤブサでやりきったから、S1000 はかっこよさに振った感じだな。次はサイドから見てみようか。正面からだと気づかなかったんですけど、ヘッドライトはむき出しなんですね。そうだな。それに角ライトは分離されてて階段状になってる。階段状、静岡、お茶畑？あ、ファントムじゃなくて、茶畑デザインですね。これでカラーがグリーンになったら、あ、ありかも。ないだろ。横から見ると、エンジンの存在感は薄いですね。ぶっといアルミフレームに包まれてた SS ベースのネイキッドだからな。仕方ない。あと、バイク全体が直線基調なデザインなのに、シートだけ微妙なカーブを描いてるのが気になります。そうか？俺は別に気にならないぜ。座ったら見えないしな。シート高は 810mm で変更はないですね。現行は足つき性は良いとの話です。新型も心配なさそうですね。もう一つ、樹脂パーツの部分にドット模様がついてます。ハヤブサは鳥の足跡柄だったな。結構目立ってますよね。何の衣装なのかな？やっぱり、カクカクデザインでマットカラーといえば軍用車両、なのでミリタリーを取り入れたのかもな。デザインモチーフがジェット戦闘機って言ってましたからね。リアセクションはどうですか？細かいパーツがボディに重なり合ってて、メカメカ感はフロントにも負けてないぜ。テールカウルの跳ね上げ感も少し控えめになって、塊感がアップしたと思う。いつものことですが、短いテールに飛び出したリアフェンダーが気になります。スイングアームに取り付けるフェンダーでもよかったのにね。刀みたいに。確か刀は、現行 S1000 と基本パッケージが同じだったな。なら、刀のスイングアームマウントフェンダーが有用できるんじゃないですか？じゃ、ちょっと画像加工してみるか。テールカウルを消して。マウントフェンダー、オン。あれ？すっきりしすぎてなんか物足りない。なくせばいいってことじゃないんですね。文句言ってすみませんでした。お次はカラーリングだ。今回はグレー、ブルー、ブラックの3色だ。定番のブルーはいつも通りガンダム配色ですね。元 GP 車両のイメージをまとったスポーティーなカラー、と言ってくれ。ブラックは引き締まって見えますね。
グラスマットメカニカルグレーは、スズキではあまり見ないカラーですね。ヤマハの新型に見える。色使いは似てますけど、そんなこと言ってたら鈴木さんから起用案件もらえないですよ。そうだな。ってそんな案件ないけどな。ちなみにこのマットカラーって、ワックスとか洗い方に気を使う必要があるんですよね。だな。ワックスはツヤを出すものだから、マットカラーに使うとツヤが出て色ムラになる。洗剤もコンパウンドなしを使った方がいいみたいだ。ミリタリーな汚しと送風にしたければ、ガンガン洗いましょう。外観の最後はアクセサリーだ。純正アクセサリーも豊富だ。全部で25種類あると紹介されてた。気になるアイテムはありましたか？元 GP 車両で装着されてるブレーキレバーガードだな。これで気分はアレックスだ。ブレンボのキャリパーもカラーが選べるみたいだ。紹介画像では赤白だが、それ以外のカラーがあるかは不明だ。見て見てこのメーターバイザー。ちゃんとドット柄を避けてる。でもこれ、防風性を高めるってあるけど、こんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。紹介文には効くって書いてあるしな。鈴木を信じろ、鈴木を信じる俺を信じろ。ホンダはもちろん信じてるけど、最近はネタ切れだ。外観を一通り見てきたわけだが、どうだった？アジア系のぬるっとしたデザインがほぼなくなって、鈴木デザイン新時代の幕開けって感じですね。それじゃ、S1000 の仕様と装備を見ていくぜ。まずはエンジンだ。排気量やボアストローク、圧縮比など、基本的な仕様に変更はないな。新設計ではないんですね。そうだ。基本となるエンジンは2005年型の GSX-R1000 に搭載されたものだ。長い間生産され続けてる、歴史あるエンジンだな。新しい排ガス規制に対応させるため、いろんな部品がついてパワーが低下するけど、その分回転数を上げたりして、出力を底上げしてる。その結果、152馬力ですよね。いつも思いますが、排ガス規制に対応させてパワーアップってすごいですね。一体どんな対応をしたのでしょうか？エンジン関連の変更点は、排気カムのプロファイル変更と、エアクリーナーボックスの構造変更、新設計のエキマニアチャンバー構造などだ。それに今回の改良で、現行型にあったトルクの谷間をなくして、フラットトルク化も実施されてる。電子制御スロット化や給排気見直しで、こんなにもエンジン特性が変わるんですね。もしエンジン特性が気になったら、ライディングモードを変更したらいい。新装備として鈴木クラッチアシストシステムも装備されてる。軽いタッチのクラッチレバーは、左手の疲れを軽減してくれるぜ。車体構成は従来型を踏襲してる。ディメンションも引き継いでるから、ライディングポジションに劇的な変化はないぜ。でも、ハンドルグリップの位置は20ミリ手前になったらしいですよ。グリップ部の幅も23ミリ延長だって。前傾姿勢が緩くなるのは大歓迎だな。でもすぐに慣れるけど。足回りも現行と同じ KYB 製の倒立フロントフォークだ。現行は硬いって聞くけどな。初期設定が硬めらしいですね。フルアジャスタブルなので、好みの調整ができるから心配なしです。タンク容量もアップしてる。2リットル増えて19リットルだ。現行型は17リットルで燃費は 19.1 キロ。航続可能距離は 324.7 キロだな。新型の燃費は？海外サイトを調べて回ったけど、TBC って表記だった。トベコンフィアメドの略ですね。未定ってことです。でも噂によると、約 16.4 キロぐらいまで下がるそうですよ。そうすると、航続可能距離は 311.6 キロか。4気筒で燃費が16キロ台のエンジンというと、GSX-R1000R のエンジンだな。197馬力でトルクは 11.9 キロだ。このエンジンと比較すると、性能と燃費のバランスは良いと言えないですね。S1000 は燃費で買うバイクじゃないと思ってるから、俺は全然気にしない。ラリーと走行距離は同じだけど、ガソリン代が約2倍か。心の声が漏れてますよ。惚れた弱みだ仕方ない。お次は電子制御だ。もう皆さんおなじみの、スズキインテリジェントライドシステムを搭載してますね。これは、バイクに搭載されてる電子デバイスの総称だ。S1000 に搭載された制御デバイスはこれだ。ドライブモードセレクター、5モードトラクションコントロールシステム、双方向クイックシフトシステム、ライドバイワイヤー、ロー RPM アシスト、イージースタートシステムの6つです。はやぶさや V ストローム1050は10種類以上ありましたが、S1000 の搭載機能は1桁で足りる数ですね。今回は搭載機能を絞ってきた様子だ。各電子デバイスの説明は文字通りなので、説明は省略しますね。搭載されなかった電子デバイスって、どんな機能ですか？ブレーキ関連の電子デバイスがごっそり搭載されてないな。上り坂での車両交代を防ぐ、ヒルホールドコントロールや、コーナリング時に車体のバンク角に応じて ABS を制御する、モーショントラックブレーキシステムとかだな。ブレーキシステムの変更は、コストアップの要因だから現行を踏襲したのか。
それとも、エンジンが2005年型の GSX-R1000 ベースだから、最新の制御関連が搭載できなかったのか。もちろんコスト削減じゃないの？新型 S1000 を、謎の日本価格で発売するために。それな。その件は後で話そうか。電子デバイスの動作状況などを視覚化してくれるメーターだが、見た目は刀とほぼ同じですね。だな。違いは LCD の背景カラーが GSX-S のイメージに合わせた薄い青色になってるのと、イグニッションオン時のアニメーションが違うぐらいだな。社名ロゴがドット絵なのがいい味出してますね。あ、このメータ上部のマークは何ですか？それはエンジン回転インジケーターライトだな。中央がメインで両サイドがサブだ。2種類の点灯回転数を設定できるぜ。あと、刀にはなかったんですが、右下のびっくりマークは？これはマスターウォーニングインジケーターだ。バイクが故障した時に点灯するから、その原因を簡易的に調べることができるぜ。エンジンがかからない時に、真っ先にチェックするところですね。レイムの場合は、まずはキルスイッチだな。いや、イージースタートなので大丈夫です。さて、気になる国内価格だが、動画作成時点では TBC ですね。さっき話した、謎の日本価格についてだが、現行 S1000 は、ABS、トラコン付きで115万2800円だ。なんかすごく安いですね。安いで安くて死ぬぜ。モデルチェンジで値下がりはしないと思うから、どれぐらいアップするか妄想してみる。まずは電子デバイスの搭載数と価格の関係だ。S10 はイージースタート、トラコン、ロー RPM アシストを装備して、115万2800円だ。V ストローム 1050XT は電子デバイスフル装備で、151万8000円。刀は S1000 と同じ電子デバイスを装備してて、154万円だ。電子デバイス満載の V ストと刀がほぼ同じ値段ですか？装備の違いで価格差は少ないってことですね。次に年間販売予定台数と価格だ。現行 S1000 は720台、刀は1000台、V ストローム1050は300台だ。同じクラスの排気量でも、計画台数が多いからといって、安くなるわけでもないですね。最後は、モデルチェンジした際の差額だ。税抜きの本体価格だぜ。S1000 の2015年モデルと2020年モデルの差は、1万3000円だ。刀の2019年モデルと2020年特別色モデル差は、5万円。V ストロームの2014年モデルと2020年モデルの差は、8万円。どのパターンでも値上げは一桁ですね。こうしてみると、値上げしても数万円ってところですかね。現行ベースの車体構成や、ブレーキシステムの搭載見送りが、どれぐらい価格に影響するのか。では、主の価格予想をお願いします。飛行と刀の間の価格帯で。切りよく120万円、税込み132万円でどうだ？頭金30万円で残金100万円を60回払いで、毎月1万6666円支払い。金利は無視なんですね。なんとかなりそうだな。ぐふふふ。今回、GSX-S1000 について色々見れるっていうから、鈴木のグローバルサロンに久しぶりにログインしてましたよね。3月にアカウント作って、はやぶさみたいライダー。で、情報を仕入れていたわけだけど、色々と面白いことになってた。どのあたりが？ GSX-S1000 の説明ビデオに、鈴木社長がアバター化されて登場するんだよ。このアバターデザインがなんとも微妙で、説明動画の最後では、新型 S1000 で走り出してくし。でもそれって、コンテンツを作る側からしたら、結構な時間とコスト削減になりますよね。確かに、撮影場所や機材の準備、出演者のリハーサル時間や再撮影がなくなるからな。おさむ会長がはやぶさに乗って登場、ってのもできるってことか。それはないっしょ。多分、今後もこのグローバルサイトで色々紹介されてくから、興味がある人は要チェックだな。次の鈴木の新型は何かな？何か発表があったら、速攻でグローバルサロンにアクセスだ。初回ログインではアカウント作成やアップデートがあるから、暇な時にインストールしておくことをお勧めするぜ。さ、今回はこんなところだな。ちょっと、本気で GSX-S1000 を検討したい気分だぜ。毎回言ってますけどね。今回のお話は以上だ。お次はエンディングです。呼ばれて飛び出てダダンダーン。コナミか？エンディング担当の青子です。今回は4月24日、25日に開催された鈴鹿 2&4 レースのイベント報告です。今年初のレースイベントだな。しっかりマスクや消毒をして、つつましく楽しんできました。新型展示もあったんだよね。ありましたよ。
国内4メーカー揃い踏みでした。でも、レースイベントなので、展示は SS がメインで、気になってた GB350 やテネレ700などは展示がありませんでした。それに、感染予防のため、バイクにまたがることもできませんでした。ちょっと残念でしたね。でも、最新 SS はじっくり見れたので、とても楽しい時間でした。早く S1000 の実写が見てみたいぜ。では、今回はこの辺で。それでは、See you!